こんにちは、スイミーです。今回は福島県のいわき市に来ています。前日からいわき駅近くのホテルに泊まりました。朝ごはんをしっかり食べて出発します。今回はトヨタレンタカーのワンウェイプランを使っていわきから仙台まで福島県の沿岸部をたどりながら車の旅をします。車で30分ほどで薄磯海水浴場に到着しました。この辺りは12年前の津波で広い範囲に大きな被害がありました。いわき市での津波被害は最大のものだったそうです。すぐ後ろに防災緑地がありました。木が植えられています。木は台風や津波から家などを守ってくれる役割をします。ここはかつて旧富山中学校があった場所だそうです。校舎は津波の被害で2015年に取り交わされ、これらの石碑が残りました。あちらの建物はいわき震災伝承未来館です。たくさんの黄色いハンカチには未来へのメッセージが描かれていました。伝承館の中を見ていきます。入館料は無料です。3.11 の震災関連の施設が福島県内だけでもたくさんあるので、今回では回りきれないです。館内はこういった地震の規模を表した説明書きや、福島第一原発の事故のこと、当時の津波の被害や避難の様子など、様々な記録が展示されていました。地区ごとの津波の映像記録です。津波が来た時間で止まった時計やタイムレコーダー。これは旧富山中学校に残っていた黒板で、卒業式の日に生徒たちが書き残していたものです。当時のガラケーも時が止まったまま。旧富山中学校の校舎の再現映像です。津波が屋上まで到達したことがわかります。語り部の方による震災のお話も聞けるようになっています。このチラシは伝承館で保管している津波で失った遺留品を持ち主へお返ししますよというお知らせのチラシです。12年経った今も持ち主がわからない遺留品はたくさんあるようです。屋上からは海が見えます。防潮堤の高さは 7.2 メートルあるようです。ここから仙台まで北上していきますが、沿岸部には高い防潮堤がずっと続きます。仙台まで約130キロあるので先を急ぎます。県道382号線です。
防潮堤はこれから何度となく目にします。東北地方のほとんどの沿岸部、それは何百キロにもわたる距離です。その存在感は当時の津波の凄まじさと、もう二度と繰り返さない、そんな強い思いが厚い壁となって沿岸部に現れたかのように思えます。新舞子ビーチ付近です。両サイドに黒松の林があります。この地域では黒松の林がこの辺りの津波被害を軽減させたのではないかと言われています。夏井川です。当時津波はこの夏井川を数キロメートル遡りましたが、広い河川敷があったので津波を飲み込むことができ、大きな被害にならなかったそうです。左に見える建物はおそらく震災当時のままのものと思われます。そんな感じの建物がところどころに見られました。道の駅奈良派でちょっと休憩します。ここはサッカーの聖地とも呼ばれている J ヴィレッジの近くです。J ヴィレッジは原発事故の事故対応拠点として7年と4ヶ月、作業員の方の社員寮や資材置き場となっていました。J ヴィレッジから毎日作業員の方たちは防護服に着替えて福島第一原発まで約20キロの道のりを専用の送迎バスで往復していたそうです。道の駅でお昼休憩をとります。動画にはないですが、農産物やお土産の販売もありました。マミーすいとん定食、これにしよう。なんでマミーなのかというと、かつて鳥末監督がすいとんの味を故郷のおばあちゃんの味を思い出すと表現されたからだそうです。腹ごしらえもできたので、どんどん北へ向かいます。すいとんは優しい味で体がすごく温まりました。双葉郡富岡町に入っています。富岡町は12年前の原発事故により一部の地区が未だ帰還困難区域となっています。帰還困難区域はここだけではなく、原発事故以来自宅に帰ることができない方々がまだまだたくさんいらっしゃいます。動画の撮影の3月現在、この国道6号線沿いから見える住宅やガソリンスタンド、飲食店などの店舗はシャッターが閉まってたり、人の気配がほとんどありません。帰還困難区域が解除されてたとしても、住んでいた自宅や土地へ戻ってきた住民の方はごくわずかだそうです。しばらく進んで富岡アーカイブミュージアムに立ち寄ります。
ここでは富岡町の震災に関するさまざまな状況などを知ることができます。地震発生当時の新聞。防護服は原発事故対応だけでなく、帰宅が困難になった方の一時帰宅でも必要不可欠なものとなりました。これらの写真以外にもスクリーンを使った語り部の方のお話や立体の災害マップで津波の様子などが分かりやすく展示されているものもありました。ではここから双葉郡富岡町にある桜並木を通ってみます。撮影の3月現在、残念ながら桜はまだ咲いていません。この桜並木は420本の桜が植えられているそうです。原発事故から7年の間、富岡町への立ち入り自体が制限されていたので、その間ずっとここでこの桜たちは人知れず咲き続けていました。2017年、帰還困難区域の一部の地区が解除されて、桜祭りは2018年から復活したそうです。またこの4月には、夜の森地区などの避難指示が解除されたと、そういうニュースがありました。この辺りもやはり住宅に人の気配がほぼありません。ふるさとを離れないといけない状況が突然やってきて、何年も月日が経ってどういう心境になるのか。県外出身の私としては想像もつかず、とても複雑な気持ちです。戻りたい。でも戻ることができない。そんな心境や状況の方々がほとんどかと思われます。安易な表現にはなってしまいますが、ふるさとに帰りたいと願う多くの方々が、またこの桜を毎年見られるという日常が戻る日が来るのを心から祈っています。本当にただその思いだけです。この桜たちもいつまでもここで咲き続けていてほしいです。私も桜が咲く時期にまたぜひここに来たいです。国道6号線を北へ向かいます。車の通りは少ないのでスイスイ進めます。大熊町に入りました。大熊町には原子力発電所の1号機から4号機までがあります。原発事故の発生当時は町全体が帰還困難区域となってしまい、約1万1000人以上の町民の方が町を追われました。事故から8年後、ようやく一部の地域の避難指示が解除されて、この国道6号線も2022年8月にようやく通れるようになったようです。それでもまだ帰還困難区域となっている地域が存在します。道の駅奈良葉を過ぎたあたりから道路沿いの建物は廃墟のような雰囲気の建物ばかりです。12年前から時間が止まっています。
コンビニなど休憩できるようなところはしばらくありません。もうすぐ福島第一原発に近い場所を通過します。ここ中央台という交差点です。福島第一原発はここから東の方にあります。車はまっすぐ北へ進んでいきます。JR 双葉駅の看板です。駅の方へ行ってみます。震災後にアーティストの方々が描かれた壁画が見えます。原子力災害伝承館行きのバスとすれ違います。JR 双葉駅です。一旦車を止めます。今回の動画はここまでとなります。次回はこの双葉駅からまた車で北上していく旅になります。では次回の動画もぜひお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。